2015年にうん普通にリアルに自分の祖母が亡くなったっていうのは、そういうのありますよね、どうしても、分野に興味を持ったきっかけで、あんまり考えたくないじゃないですか、その人が死ぬとか人が死んだっていう弔うとか、ただその時にすごく実感したのは、その2015年に祖母が亡くなったので、もう私の祖父母の代はもうみんな、いなくなっちゃった、いなくなってしまった、で普通にリアルにやっぱり、いつかは来ると思っていたら、自分の両親は次回ってくるであろうとか、張り切ってることじゃないですか、で結構その直後は割とそれに耐えきれなくてですね、要するにその死というものが、死が絶対やってくるというのは、結構つらい避けられないものであるというのが辛いと。そうですね、ただその一方で、すごく弔いとか、お葬式とかに出てみて、すごくこれはよくできてるなって感動しまして。例えばそんなに私はもともと信念深い人間ではなかったので、その仏教葬儀の死者を火葬して、で骨が出てきて、でその骨を親族で拾うと何の意味があるんだと思っていたんですが、ただその一連のことを体験して、なんかすねをこうやると足速くなるとか、なんかいろいろありますよね。そうなんですか、それ。ないですか。まあいいや、またちょっと横道に行きそうだからありますよね。初めて聞きました。骨、火葬の後どの骨を拾ってこう入れるとなんかどうとかありますよね。喉仏は一番上にしか知らない。そう喉仏は一番上に最後こうやる、とにかくそういうのが様式化されていると。その様式化されたことに意味が全くないと思っていたが、しかし実際体験すると、人が死ぬという身近な近親者が死ぬことって誰しも慣れていることではないのですが、その喪失感みたいなものを一旦、なんでしょうね、整理させるのにすごく良いプロセスだと実感しまして、要するに置き場所のなかった心を収めるためのあるプロセスがそこにあると。そうですね、誰か亡くした人の心を、そうですね、収めるための様式みたいなものがあるなと思って、これ結構面白いなと思ったのと、確かにね、当時まだ私今会社辞めてアーティストとして生きているんですが、その時まだ会社員だったんですよ。でちょうどロボットの仕事をやってたんですね。デザイナーだったんですが、ロボットの人型ロボットのアプリケーション、家庭用ロボットのアプリケーション、まさかナオくんとかその時からやってるの？ナオじゃなくてペッパーの方だったんですけど。もうペッパーなんだ。ペッパーのアプリケーションを作る設計する仕事をしていて、でこれはやっぱりそれまで一般的なもうスマートフォンとかPC とかとは違って、やっぱり人型の筐体があるっていうのは結構やっぱ存在感があるというか、いやすごいですよね。やっぱそこに人がいる存在感があるなと思ったので、パソコンの画面とかスマホの画面だとただのこう四角い世界で、そこになんか映画を映し出すみたいな、ということはすごいバーチャルというか、そうですね、フィクションな感じがするけども、手足が生えて、一応存在現存しているように見えるので、立体空間として、やっぱこれを使って、多分これからその家庭用ロボットとかどんどん増えていくと思うので、もしかしたらそこにその亡くなった人を宿らせて見るって結構これから一般化していくのではとその時思ったのが作ったいきさつになりますね。もともと死者の像とかね、世界中にはあるから、そんなにびっくりする話じゃないんだけど、日本では意外にただの位牌とかになってるし、そうですね、あとあんまりそこにテクノロジーを掛け合わせるっていうのは、その時は罰当たりとか不謹慎みたいな雰囲気がまだあったような気はします。でもデジタルサイネージとか割と葬儀場は早かったですよね。そうですね、最近なんか葬儀業界もその辺のエンディング産業展とかでやってます。そうですね、なるほどなるほど。そこがそのタイミングでなんか結局知って生命という繰り返される周期的にできた、うまくできたシステムが壊れるというか、なんかちょっとあんまり例えが良くないけど、物が腐るとか、なんか崩壊することじゃないですか。それがなんかうまく畳まれるというか、なんかそういうプロセスがあって、それを経験した時にたまたまロボットの仕事をしていたので、それが掛け合わせたらどうなるんだろうみたいな、そういう感じですか。そうですね、平たく言うと平たく言うと